アンモサ製作所です。今回は、バンダイさんから販売されている、ユニコーンガンダムに登場していた、HGUC クシャトリアを、ピッカピカに全塗装しました。あと、物合いが小さくて目立たないので、LED で光らせる改造もやってみました。クシャトリアは頭が小さいので大苦戦しました。ぜひ、最後まで見ていってください。はい。HGUC クシャトリアです。箱の横には完成写真と、クシャトリアの解説が記載されています。反対側には、クシャトリアのギミックの説明や、ディテールの写真が表示されています。では内容物の確認をしていきます。このクシャトリアは、HG にしては大きい箱なので、結構、ランナーが入ってそうです。この時点でもう、バインダーの大きさが際立ちます。最後に組み立て解説書です。はい、重ねるとこんな感じです。想像通り結構ありますね。では、作っていきます。では、パッケージから出していきます。このクシャトリアですが、当時ユニコーンガンダムを見た時は、あまり印象なく、見過ごしていたモビルスーツでした。ユニコーンガンダムの変形にとらわれすぎたのかもしれません。去年見返して、スタークジェガン戦闘シーンでやられました。なかなか入手困難で作れませんでしたが、年末に入手できたので、今年最初に作ることにしました。最近、だいぶガンプラ買いやすくなったので良かったです。はい、ランナーを並べるとこんな感じです。では、次のパーツ切り出しです。パーツの切り出しはいつものように、はじめに全て切り出していきます。片付けが楽なので、最近はこの方法がほとんどです。これも長くなるので省略。パーツ切り出し&素組み中。はい、素組みまで終わりました。やっぱりバインダーがすごく大きくて、かっこいいです。バインダーがないと、普通のモビルスーツサイズです。足などの可動ですが、よく動く方だと思います。かかとだけでなく、膝とかもよく曲がるので、ポージングで苦労はしない感じです。では、次に合わせ目箇所のチェックです。クシャトリアの合わせ目ですが、そんなに多くはありません。この肩のパーツと、腕のグリーンのパーツが主で、他は、段落ちモールドになってるので、腕だけ消せば問題なさそうです。バインダーも、本体との接続アームに合わせ目がありますが、ここも段落ちモールドなのでこのままで良さそうです。では、次に合わせ目消しと表面処理に移りたいところですが、先に物合いの改造を行います。クシャトリアの物合いですが、小さすぎて反射シールぐらいでは、目立たない感じです。なので今回は、LED で光らせることにしました。作戦としては、物合いを透明にして後ろから照らす形にしたいと思います。まず、物合いのパーツを、光硬化ジェルで透明パーツにします。これをヤスリなどで、形を整えます。形を整えるとこんな感じ。物合いの部分と、後方を残して黒く塗装します。取り付けるとこんな感じ。偶然にもポリキャップの穴が、LED の直径とぴったり。それでは、早速点灯実験です。全く光らない。物合いの上面の透明のところから、光が入って光が見えるかと思いましたが、ダメでした。ということで、
次は上面にアルミテープを貼ってトライします。なんかうっすら光っているけど、光量が足りなさすぎる。やっぱりポリキャップに大部分を隠されるのが、ダメなのかな？ということで、今度はポリキャップも、モノアイと同様に透明化。なんとか光って見えるレベルになりました。でも、暗いところでなんとかわかるレベルなので、もう一工夫。モノアイを固定しているダボを透明にします。直径が 4mm だったので、4mm のアクリル棒で置き換え。これで LED からモノアイまで邪魔するものはないはず。蛍光灯をつけていても、モノアイが光ってるのがわかるレベルになりました。すべての稼働を維持したままできてよかった。では、合わせ目消しの準備をしていきます。と言っても、肩も腕も後はめ加工ができない構造なので、フレームを先に塗装してから、外装を接着して消す方法にします。フレームと同系色パーツ塗装中。フレーム塗装と並行して、バインダーの内側も塗装。バインダーはメタルブラック、濃いシルバー、ゴールドの3色で塗り分けます。まず、メタルブラックの部分にマスキングをします。ファンネル格納場所は、形状も複雑なので、マスキングゾルをたっぷり塗って対応。はみ出たところは、指でさっと拭き取ってます。次にバーニアの後ろ側の装甲をマスキング。ここは薄めたマスキングゾルを塗ってマスキングしました。終わってから思ったんですが、ここは直線が多いので、マスキングテープの方が良かったと思ってます。方法は都度、考えないとダメですね。マスキングが終わり、調色した暗いシルバーを塗装中。薄めたマスキングゾルを塗ったところは、歯ブラシで剥がします。この方法ですが、ゾルを薄めすぎると剥がれない部分が、できることがあります。試してみたい方は、テスト部品で試してからやってくださいね。次にファンネルの格納部分のマスキングを取ります。ここは薄めていないマスキングゾルなので、普通に取ります。入り組んだところなので歯ブラシと、ピンセットで取ってます。はい、2色の塗り分けが終わりました。なかなかいい感じにできました。3色目のゴールドは、アクリジョンを筆で塗ります。リターダーで薄めたものを、流し込む感じで塗ってます。こんな感じです。最後の仕上げです。3色塗装後、クリアブラックを2回塗装しました。そこに、アクセントとしてスチールボールを埋め込みます。これでバインダーの裏は完成。続いて、作業が前後しますがファンネルのディテールアップをします。ファンネル後方の推進ノズルがフレーム色と同じなので、フレームの塗装前に加工してます。内容はファンネルの周囲にある、姿勢変更用のノズルの穴を開けます。毛書き針で、穴開け位置に印をつけて、ドリルで穴開けするだけです。最後に、ちょっと大きめのドリルで、軽くバリ取りして終了。こんな感じで、それっぽくなりました。フレーム色塗装後、ファンネル全体の塗装を行っていきます。外装の色の確認も兼ねて、先にファンネルを完成させます。この時点でバーニア色の塗装は終わってますので、バーニア部分をマスキングしていきます。クシャトリアのファンネルは、全部で24基あるので、大変だとも思うんですけど、ここまで来ると止まれないんですよね。それに、バインダーの裏も結構しっかり塗装したので、ここで手を抜いてもバランス悪いですから。それとこの1年で、こういった作業に慣れたのは間違いないと思います。
グリーンのベースカラーである、シャンパンゴールドを塗装中。次は、ファンネルの周りにあるへこみのマスキングをします。今回は試しに、マスキングゾルカイを使ってみます。ファンネルの溝に、ゾルを溜める感じで塗っていきました。ここは筆塗りより、こっちの方が楽だと思います。あとはクリアグリーンを塗装するだけです。クリアグリーン塗装中。クリアグリーン塗装後、マスキングを除去しました。最後に、ファンネルの周囲にスチールボールを入れていきます。ここは、ファンネルの方向変更用のノズルになります。瞬間接着剤だと白くなる可能性があるので、水性のハイグレードセメダインで接着しました。右が入れていないものですが、違い出てますかね。ちょっとアクセントになってて、やってよかった。面倒なことは一通り終わったので、外装の表面処理中。ここまでで、表面処理とサフ塗装まで終わりました。今回の下地はブラックにしました。試し塗装で比べたら、ブラックの方が上品な感じだったのでそうしました。ただ、ガイアノーツのスターブライトシャンパンゴールド自体が、粒子が細かいので、あまり下地色に影響されないみたいなので、誤差の範囲だと思います。たっぷり塗装していますが、サフの上なのでまだザラついてますね。続いて、シャンパンゴールドを塗装していきます。このバインダーの塗装なんですが、バインダーがとても大きくて塗りにくいです。アンモサはいつもの猫の手で持たせて塗装しましたが、塗装中、エアーの圧で揺れるので、外れないか心配になります。なので、目玉クリップとかのがいいかもしれません。次にクリアグリーンです。クリアグリーンそのままだと、濃くてムラになりやすいので、クリアを 50% ぐらい混ぜて塗装してます。気をつけてもムラになることがあるんです。そんな時は、さらにクリアで薄めたもので重ねて馴染ませてます。初めからすごく薄めてもいいんでしょうけど、塗装が厚くなるので避けたいんです。こんな感じで外装を塗装しました。引き続き外装パーツを塗装中。はい、すべての塗装が終わりました。塗装が終わった時の達成感は癖になりますね。続いて、墨入れと組み立てを行っていきます。墨入れ&組み立て中。組み立て途中なんですが、LED の取り付け動画が撮れてなかったので、完成状態ですが、こんな感じです。電子工作で使う端子台を埋め込んで、首の LED と接続しています。電池入れるスペースがないので、外部電源です。引き続き、組み立て中。はい、大まかな組み立てまで終わりました。ピッカピカ。では、最後の組み立てです。今年最初のプラモデル制作ということで、気合入れて作ってたんですが、なかなか思い通りにはいかないものですね。腕のエングレービングとか、マスキングゾルカイで、塗り分けしたんですが、際がうまくいかなくて、筆で修正しました。曲線のマスキングは今後の課題です。とはいえ、今年、最初の制作としては満足の出来でした。特にバインダーは、お気に入りの部分でしたので、頑張った甲斐がありました。最初はこんなに塗り分けるつもりはなかったんですけど、いい感じになったので、結果は大満足です。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも、色々作っていくので、また見に来てくださいね。それでは、さようなら。